キャベツのごま油漬けを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、キャベツのごま油漬けを作っていきたいと思います。最終的な漬け込み時間はたったの15分で仕上げることができます。作り方もですね、漬け込むだけなのですごく簡単です。ところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。キャベツ、ニンニク、生姜、唐辛子、お醤油、みりん、お酢、お水、塩、お砂糖、だしの素、ごま油。今回はこちらの材料で作っていきます。まずキャベツなんですが、今の状態で約 400g のキャベツを使っていきます。大体ね、350から 400g ぐらいのキャベツを用意してみてください。そして唐辛子ですね。こちらは辛いのが苦手だったり、お子様が召し上がる場合は抜いて作ってみてください。そしてだしの素に関しましては、こちらはかつおだしを使っていきます。ということで、早速作っていきたいと思います。それでは早速作っていきます。まずはじめにキャベツを切っていきます。キャベツの芯を切り落としてください。そしたらですね、まず1枚ずつ剥がします。そしてこの硬い芯の部分ですね、ここをまずね、切り落としてください。気にならない時はね、そのままやっていただいても大丈夫です。このようにね、芯の部分はまず取り除いてください。そしたらですね、こちらのキャベツを手でちぎっていきます。手でちぎっていただくことで味がね、染み込みやすくなります。こんな感じで適当にね、ちぎってください。はい、キャベツはこのようにちぎってください。そしたらですね、こちらのキャベツの葉は一度水洗いします。そしたらですね、ペーパーなどで水分を拭き取ってください。そしてジップ袋を用意していただいて、この水をね、拭き取ったものからジップ袋の中に入れてください。はい、キャベツの葉はこれで OK です。そしたら続いてですね、先ほど切り落とした芯の部分を薄くスライスしていきます。そうすることでこの芯の部分もね、美味しく召し上がっていただけると思います。切ったらですね、こちらも袋の中に入れてください。ではね、残りも同じように薄くスライスしていきます。キャベツの芯はね、このようにスライスしてください。そしたらこちらの芯もですね、さっと水洗いして袋の中に入れてください。はい、それではね、芯の部分も洗ったので、この袋の中に入れてください。ここに塩を加えます。はい、でこのように塩を加えたら空気を含ませて口を塞いでください。はい、そしてこのままですね、シャカシャカ振ります。そして塩を全体的になじませてください。はい、このようにね、シャカシャカ振って塩をまぶします。そうしましたら少しこちらを平らにして、そして空気を抜いて口をまた閉じてください。はい、このようにしっかり空気を抜きます。そしたらバットを用意して、ここにキャベツを置いて、そしてここにね、重しになるような塩だったり、あとはペットボトルを上に置いて、そしてこのまま1時間置きます。はい、1時間経ちました。重しを取ります。そうするとですね、このようにキャベツから水分が出て、キャベツもね、しんなりとしてきます。そうしましたら、こちらのキャベツの水分を今からしっかり絞っていきます。水洗いなどはしなくて大丈夫です。では絞っていきます。別にボウルを用意してください。そしたらですね、こちらをぎゅーっと絞ってください。はい、でこのように絞ったらボウルの中に入れます。こんな感じです。ではね、残りも同じようにしっかりね、水分を絞っていきます。はい、このようにキャベツをしっかり絞ってください。こちらのね、ジップ袋に関しましては、この後また使いますので、出た水分を捨てて中をさっと洗って乾かしておいてください。そしたらですね、今から漬けだれを作っていきます。生姜とかはね、直前に切らないと香りがね、飛んでしまいますので、直前にね、切るようにしてください。まずはじめに生姜の皮を剥きましょう。もちろんね、皮付きの状態でも大丈夫です。そしてこちらを細切りにしていきます。このようにまず薄切りにして、それから細切りにしていきます。
はい、生姜はこれで OK です。それでは続いてニンニクです。ニンニクは薄くスライスしてください。はい、そしてスライスしたらですね、このニンニクの芽をようじなどで取り除いてください。こちらはえぐみの原因になりますので、必ずね取り除きましょう。はい、ニンニクはこれで OK です。そしたら続いて唐辛子ですね。こちらはまずキッチンバサミで半分に切ってこの種を取り除いてください。そして2つ合わせてこのままね輪切りにしていきます。スーパーとかで輪切りになってるのも売ってるので、そちらをね使っていただいても大丈夫です。はい、唐辛子はこのように切っておきましょう。それでは漬けだれを作っていきます。まず小鍋の中にお水と、あとはみりん、そしてだしの素と、あとはお砂糖を入れてください。これで一旦火にかけます。火加減は中火です。時折ね混ぜながら一度沸騰させてください。はい、沸騰しました。沸騰したら一度このままね30秒ほどひと煮立ちさせてください。それでみりんのアルコールを飛ばしていきます。30秒ほど経ったらここにお酢と、あとはお醤油を加えてください。そして沸騰直前まで加熱します。お酢はね沸騰させると酸味が飛びすぎてしまいます。お醤油は風味が変わってしまいますので、沸騰直前でこのように火を止めてください。止めたらですね、この中に先ほど切った生姜とニンニクを加えます。あとは唐辛子も入れましょう。これでよく混ぜます。はい、漬けだれはこれで完成です。それではね、先ほど水分を絞ったキャベツを用意してください。この時にね、またちょっと水分が出てる時はキッチンペーパーなどで軽くね水分を拭き取ってください。そしたらですね、この中に先ほど作った熱々の漬けだれを回しかけます。熱々の状態で回しかけていただくことで味が染み込みやすくなります。そして最後にですね、ごま油を回しかけましょう。ごま油はね加熱してしまうと香りが飛んでしまいますので、必ず最後に加えてください。そしたら一度こちらをよく混ぜてください。はい、OK です。そしたらですね、先ほど洗っておいたジップ袋の中にキャベツを戻し入れてください。はい、そして袋の中で一度なじませます。なじませたら空気をしっかり抜いて、そして口をですねしっかりめにこのように絞ってください。はい、そして輪ゴムなどで縛ります。そうしましたら今ちょっとねこちらまだ温かい状態なので、冷蔵庫の中には入れずにこのまま漬け込んでいきます。だいたいね15分ほど漬け込んでください。もし冷たくしたい場合は粗熱が取れて冷めてから冷蔵庫で冷やしてみてください。はい、15分経ちました。輪ゴムを外します。はい、そしてこのようにねしっかり使ってれば OK です。ここで味見をしていただいて、漬け込み時間はお好みで調整してみてください。はい、これでキャベツのごま油漬けの完成です。こんな感じに仕上がりました。15分でもねこのようにしっかり味が馴染んで美味しそうに仕上がってます。漬け込み時間はねお好みで調整してみてください。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではいただきます。味がしっかり染み込んでてすごく美味しいです。そしてごま油の風味がすごく効いてます。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のキャベツのごま油漬けのポイントです。まずキャベツに関しましては芯の部分を切り落として、その後葉の部分は手で食べやすい大きさにちぎってください。そうすることで味が馴染みやすくなります。芯の部分に関しましては薄くスライスしていただくことでしっかり味が馴染んで芯の部分も美味しく召し上がっていただけます。そしてその後ですね、塩を全体にまぶして重しを置いて1時間ほど置いてください。そうするとねキャベツから水分が出て味が馴染みやすくなるのと、キャベツのえぐみも取ることができます。そして水分が出たキャベツはしっかりね水気を絞るようにしてください。そしてその後ですね漬けだれを作るんですが、生姜やニンニクはですね切っておくと香りがどんどん飛んでしまいますので、使う直前に切るようにしてください。そして漬けだれを作る時は醤油とお酢以外のものを加熱して沸騰させてください。お酢に関しましては沸騰させると酸味が飛びすぎてしまいます。お醤油に関しましては風味が変わ
わってしまいますので、こちらの2つはですね、沸騰させないように注意していただけたらと思います。そしてあとはですね、漬けだれの中にニンニク、生姜、唐辛子、こちらの3つを加えて熱々の状態でキャベツに回しかけてください。漬けだれを熱々の状態で回しかけていただくことで味が馴染みやすくなります。その後はですね、今回15分間だけ漬けたんですが、味見をしていただいて漬け込み時間はお好みで調整してください。ごま油に関しましては一緒に加熱してしまうとですね、香りが飛んでしまいますので、必ず最後に回しかけるようにしてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はキャベツのごま油漬けを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。